本日はですね、マイティ焼くだけシリーズの第何弾かは分かんないですけど、史上最高に簡単なやつ作ります。もうぜひこれは作ってほしいし、お酒と合わせてほしいということで、今回用意するのは豚バラの薄切りと、はい大好きキムチととろけるチーズですね。こちらを用意してください。で今回もチーズが入るので結構くっつきやすいので粉とかは振るわずにやっていきます。でこちらのキムチなんだけど、で僕たちはねよくこのご飯によく合うコクうまキムチを使ってこれが一番個人的に美味しいので、これをね今回は使っていって、でちょっとキムチはちょっとね汁気を絞ります。ギュッと。でこの汁もね最後ちょっとかけてあげれば美味しいので捨てずに取っておいて。絞らないと外れちゃうんだよね。そう汁気でね滑っちゃうから、結構大まかにギュッて絞ったらキムチは取り出しておいて、こんな感じでちょっとキムチから汁気だけ取り除きます。じゃあキムチ水分絞ったら、ではこちらの豚バラ巻いていくんだけど、今回は1巻き2切れぐらいでいこうかなと思ってて、もう初めから2つこうやって重ね、このちょっとつなぎ目のくっつきづらそうなところでくっつけて、でチーズ今回は多めにねたっぷりとやって、でキムチを間に入れて、でもうあとは普通に巻くだけです。はい、最初にまずちょっとキムチ包み込むように肉でやった後、こんな感じにした方が最後チーズでコーティングされやすいんでいい感じ。こんな感じでやってあげると簡単に巻けると思います。一応もう一個やっておきます。でさっきみたいにこの脂身の部分よりこの下の赤身の部分の方がちょっとばらけてるんで、2つ重ねるときこの赤身の部分で重ねてあげて、でまたチーズ、そしてキムチそんなめちゃくちゃの量巻かなくていいと思うよ。でまた豚肉で最初キムチを包んで、でここからさらに大きく巻いていくと。はい、こんな感じで。はい、そしたらね最初焼き始めるときはこのね最後結び目じゃないけどこの終わりのところで焼くんだけど、チーズが溶けてきたらいい感じにコーティングしてくれるので、これでほどけないと思います。じゃあこんな感じでどんどん巻いていきます。じゃあこんな感じで巻き終わりました。今日いつも以上に綺麗に巻けました。そしたら熱したフライパンにごま油、チーズの油は結構出ると思うんだけど、ちょっと多めにしないでね、最初フライパンにくっついて剥がしづらくなると思うので、気持ち多めのごま油入れてあげておいてください。でお箸でもいける、こういうのを結構くるくる回すんでトングとかもやりやすいと思います。で今回はもう正直中の具材はキムチなんで火が通りきらなくても大丈夫なんで、周りの豚肉さえ火が入ればいいので、いつもね結構こういうのって蒸し焼きとかでもすることがあると思うんだけど、今回はもう表面だけしっかりとこんがり焼き色をつけていこうかなと思います。はい、じゃあこちらの巻き終わりを下にして焼いていきます。で結構ねチーズがとろけ始めると思うんで、今回10個作ったんだけど5個ずつぐらいでやった方がそれぞれがくっつかなくていいと思います。はい、くっつき終わりのところでしっかりと焼き色をつけて剥がれないようにしたいと思います。めちゃくちゃ美味しい匂いがするね。もうごま油とキムチと豚バラの匂いやばいよね。でももう豚キムチがうまいんだからさまずいわけがないよ。簡単だしね。これからもちょっと聞きたいじゃんね。ハイボールとかマジで熱くなったもんね急にね。でもコちゃんと一緒でねノンアルコール飲んでますっていうご夫婦もいらっしゃいますよ。仲間ですねじゃあ今ねもう約1分ぐらいかな、片面焼いたらちょっとひっくり返していきます。しっかり焼き色ついた方が美味しいと思いますよ。この溶けてるチーズでねだんだんコーティングもできるんで、で結構ねむやみやたらに触りすぎちゃうと剥がれやすくなるというかねペロンってなっちゃうと思うので、あんまり触りすぎない方がいいと思います。
ただまあ溶けたチーズを十分加熱したらとろんってなった後にカリカリになるので、それを接着剤代わりにすれば若干ほどけたとしても調整が効くと思います。じゃあこんな感じで一通り全体に焼き色がついたら塩コショウしておきます。はい、であとはもうねお好みの焼き色がつくまでしっかりと焼いてあげてください。はい、じゃあこれくらいの焼き色になったら取り出してあげてください。はい、じゃあ残りも焼いていきます。もう同じので大丈夫です。巻き終わりだけを下にすることだけ意識してじゃあ最後こちらちょっとね油が多いので、こちらの油軽くキッチンペーパーとかで吸ってあげて、あとまあ焦げついてるチーズの部分も一緒に取り除いてあげて、でまあ大体でいいので軽く油が残ってる方がねうまみも残って美味しいと思います。はい、そしたら最後こちらに先ほどの余ったキムチの汁ですね、ちょっと水分飛ばしてとろっと、まあもともととろっとはしてるんだけどね、焦がし醤油みたいな感じでね。そう軽く水分が飛んだら最後こちらを先ほど焼いたのにかけたら完成なので実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。まずはいつもの淡麗辛口ハイボール、これハマっちゃったんだけど完全に。完熟リンゴスパークリング、あ、いいですね。これうまい。はい乾杯。マジでこれうんま。じゃあちょっといただいていいですか。はいどうぞ。余った僕ここに持ってます。ちょっとお酒いただきます。どう抜群めちゃくちゃうまい。じゃあ俺もいただきます。いや本当にもうキムチの味がしっかりしてるから最後に黒胡椒だけかかってるんだけどもそれだけでもう十分もう塩気はもうご飯が食べたい。うまっ。うまい。おつまみに最適だね。で普段のその普通に一緒に炒める豚キムチと違ってやっぱり中側にキムチが入ってるからちょっと違うんだよね、味の伝わり方が。そこがね個人的にはすごくおすすめの部分なんでめっちゃうまい。まだキムチシャキシャキだし、そうであと焦げ目がついてるところはちょっとザクッとしてね、そううまいわ。これはうまい。チーズたっぷりがマジで美味しい。でちょっとねチーズがねもう一回溶かしたくてちょっと一回だけチンしてきました。ちょっとねサムネイルの関係でね冷めちゃってたんでちょっとチーズのね溶け具合をお見せしたくて。じゃあいただきます。もう大丈夫。めっちゃうまい。もうチーズよ。うわとろけさせた方が絶対うまいわ。だからもう皆さんはもう焼きたてを。そうだね。ちょっと俺これ食べちゃっていい？やっぱ溶けてる方がうまい。見てこうちゃん見て最高じゃん。ドロドロよ。ちょっといただきます。うまっ。うまい。マジでうまい。最後に一口だわ。じゃあいただきます。でこれで流し込むとということで本日はですねただ巻いて焼くシリーズ
多分ね第4か5なんだよ。5な気がする5な気がする。大体それくらいのとこなんですけども、それ史上一番簡単だったんですけど、まあそのね簡単さをもう飛び越える相当美味しい料理になってると思うし、まあ、豚キムチっていう時点で間違いないんですけど、今回の場合中にもうチーズが含まれてることによってまたねもう一度チンすればトロットロのやつが食べられるっていうのも個人的にはすごくいいかなと思いました、ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。バイバイ。